やだ、何これ。店長代理の彼女はスマホで店のホームページを見るとショックで目を見開いた。俺は訳あってとある弁当屋で働いていた。そこで店の命運をかけた一大イベントの今日、何者かにホームページが荒らされ、客が全然来ない事態に陥ってしまった。弁当がまずい。食べたら腹を壊した。店員の態度がひどかった。もう終わりだわ。こんなにお弁当を作ったのにお客さん誰も来てくれない。うなだれる彼女。今まで必死に頑張ってきた彼女にこんなひどい仕打ちをするなんて許せない。大丈夫、俺に任せて。その怒りが決断させるのだった。隠していた本気を、泣き崩れる彼女を救うために発揮しようと。そしてその決断が俺と彼女の未来を大きく変えることとなる。やっぱりお前が犯人だったのか。俺は浅川光一、30歳。今、俺は人生で初めてアジフライを揚げている。衣がだんだんときつね色に染まり、いい匂いがキッチンに漂う。いい感じだ。これなら。油断した俺の腕を不意に跳ねた熱々の油が襲う。熱っ。のけぞった拍子に肘が当たり、小麦粉を入れたボウルが床にぐわんと落ちる。一瞬にして床は真っ白に染まってしまった。やっちゃった。焦げてますよ。指摘に顔を上げると、俺が右往左往している間にアジフライを引き上げるタイミングは過ぎてしまっていた。茶色を通り越して黒に近い衣からは焦げ臭い匂いが漂っている。すみません、失礼しました。掃除は後で、早く揚げ直してください。はい。こちらを責めるでもなく、ましてなだめることもなく、店長代理の声はいつも通り冷ややかだった。お弁当のスマイルは、とある商店街の一番端にある小さな店舗だ。ここで俺が働き始めたのは今から2週間ほど前のこと。まさか自分が弁当屋でバイトすることになるとは想像もしていなかったし、今でも不思議な気分だ。いらっしゃいませ。今日のおすすめはサバの塩焼き弁当です。毎度ありがとうございます。またどうぞ。毎度のことながらあまりのギャップに唖然としてしまう。この店の店長代理、20歳の谷口葵さんは基本的に愛想のいい女性だ。老若男女、どんなお客にも笑顔で対応する接客業のお手本のような人物。そんな10歳も年下の彼女を俺は素直に尊敬している。けれどその一方で、浅川さん、もうキッチンは結構です。わかりました。じゃあ午後からは何を？商店街でチラシを配ってきてください。来週から新商品を売り出すので。それくらいならあなたにもできますよね。そう言いたげな、なんとも冷たい表情を浮かべる葵さん。俺は残りのまかないを書き込み、背筋をピンと伸ばした。もちろんです。やらせていただきます。どんなことでも。どんな仕事でもしますから、この店を手伝わせてください。2週間前、店先で頭を下げた時も、彼女は同じような表情をしていた。つまり、働き始めた当時からずっと、葵さんは俺だけに冷ややかな態度をとっているのだ。まあ、無理もないか。何しろ手伝うどころか、失敗して迷惑をかけてばかりなのだ。午前中だって接客に忙しい葵さんを気遣い、半ば強引に調理を引き受けたはいいものの、結果はあの通りのありさまで、信用を得る以前にどんどん好感度が下がっているような気さえする。これでも
結構仕事はできる方だったんだけど、これほど役に立たないとは自信をなくすよ。買い物客にチラシを手渡しつつ、合間にこっそりとため息をつく。その時、背中にドンと何かがぶつかった。うわ、光一兄ちゃん。光一兄ちゃんだ。何してんの？びっくりした。空くんと大地くんじゃないか。背後にはランドセルを背負った男の子が2人、ニコニコしながら立っていた。谷口空くんと谷口大地くん、葵さんの双子の弟たちだった。チラシを配り終え、2人と手をつないで店に戻る。店の前に到着すると、焦った様子の葵さんが飛び出してきた。空、大地、よかった。姉ちゃんただいま。ただいま。ただいまじゃない。学校は午前で終わりだって聞いてたのに、いつまでもお店に来ないから心配したのよ。双子をぎゅっと力強く抱きしめ、ほっと安心した表情を浮かべる葵さん。それを見て、俺は思わずドキッとしてしまった。はるかに年下の女性に向かって、こういう言い方も変だが、葵さんは美人だ。俺に対する冷たい無表情の時でさえ、たまにハッとするほど綺麗なのに、今の愛情にあふれた姿は、それ以上に。何ですか？じろじろ見て。すみません。そうだ、キッチンを掃除しないと。まるで不審者のように睨まれ、俺は急いで奥に引っ込むのだった。掃除を終え、客足も途絶えた頃、いつものように、俺は店から少し離れたアパートへ向かった。今日は双子も一緒だ。あかねさん、浅川です。お弁当を持ってきました。ただいま。ただいま。空くんと大地くんがバタバタと奥にかけていき、代わりに一人の女性が玄関に顔を出す。いつも悪いね、光一くん。さあ上がって上がって。彼女は谷口あかねさん、葵さんと双子たちの母親だ。そして俺がスマイルで働くきっかけになった人でもある。昨日より顔色がいいですね、あかねさん。おかげさまで葵と光一くんが頑張ってくれるから、私はゆっくり休めるよ。退屈で仕方ないけどね。豪快に笑う彼女だが、その頬はげっそりとこけている。病気を患っているせいだ。それでも笑顔を絶やさないのは、周りに心配をかけまいとするため。彼女は出会った頃から優しい人だった。早く元気になってくださいね。葵さんもお店を守りながら待っていますから。そうだね。昔から弟たちの世話だの、店の手伝いだの、葵には苦労をかけてばっかりで、ダメな母親で申し訳ないよ。そんなことは。でも、光一くんが来てくれてよかった。きっぱりと言い切るあかねさんから、俺はそっと視線を外した。自分はそんな風に言ってもらえる人間じゃない。むしろ俺はあの店にいない方がいいんじゃ。そう思ってしまう日も少なくないからだ。失敗ばかりですよ。全然葵さんの役に立てていません。葵のそばにいてくれるだけでいいんだよ。あの子は昔から一人で頑張りすぎてしまう子だから、私みたいにならないよう誰かに見守っていてほしいんだ。見守る？頼むよ。とあかねさんは優しく微笑んだ。その日の夕方、常連の男性客が店を訪れた。よう、浅川。山本、いらっしゃい。山本は会社員時代の同僚で、今も連絡を取り合う友人だ。俺が働き始めたと聞き、よく弁当を買いに来てくれるようになった。本人曰く、今ではすっかりスマイルの虜らしい。ここの弁当はうまいし、栄養のバランスもいいからな。会社でも宣伝してるよ。あ、だから最近はスーツのお客が多いのか、助かるよ。なんだか生き生きしてるな、浅川。あの頃よりずっと。あ、規則正しい生活だからかな。以前は不規則で、健康など二の次の生活だったとも言える。一心不乱に仕事をして、
家に帰れば倒れるように眠る。当時はそれをやりがいと呼んでいたが、今ではもう戻りたいとは思わない。山本、お前も体に気をつけろよ。もう若くないんだから。わかってるって、ほどほどにやるよ。俺は容量がいいからな。確かに。一緒に笑いつつ、俺は山本に感謝するのだった。今日、彼が顔を出してくれてよかった。明日からも頑張ろう。そう思うことができたから。ところが、それから数日後のことだった。とある人物が開店準備中のスマイルを訪ねてきたのだ。すみません。まだ準備中で。店長さんは？俺を無視して店内をじろじろと覗き込む謎の男性。妙に派手なスーツを着ており、その見た目も態度も普通の営業マンには見えない。明らかに怪しい。警戒していると奥から葵さんが出てきてしまった。葵さん。帰ってください。突然、初めて聞くほど鋭い声が飛んだ。俺が驚く一方、男はニヤニヤと笑い、親しげな様子で葵さんに話しかけるのだった。どうもお久しぶり。例の件は考えてもらいましたかね？お断りしたはずです。もうお話しすることはありません。帰って。悪い話じゃないでしょ。他の皆さんは納得してくれたし。嘘。葵さんも男もお互い一歩も引かない。事情を知らない俺だけが二人の間でオロオロしている。そのうち開店時間がやってきた。これ以上は迷惑です。警察を呼びます。そうですか。また来ますよ。何回でもよろしくご検討くださいね。ヘラヘラしながら帰っていく男を葵さんは見えなくなるまで睨みつけていた。それから一日中葵さんは様子が変だった。理由を尋ねても何でもない、あなたには関係ないと言うばかり。それでもしつこく尋ね続けると、閉店後ようやく重い口を開いてくれた。不動産会社の社員だそうです。大型ショッピングモールを作るので、この辺り一帯の土地が欲しいのだと。それって？立ち退きを求められているんです。ショッピングモールが完成した暁にはいい場所に出店させてあげるからと。男の名前は下畑剛。1ヶ月ほど前からたびたび商店街へ姿を現すようになった。そして今朝のようにしつこく立ち退きを迫ってくるのだという。それだけです。もういいですよね。お疲れ様でした。待って。葵さんは立ち退きに応じるつもりはないんですよね？当たり前でしょ。だったら次は俺に任せてください。あの男が来たらビシッと追い返してみせますから。葵さんを安心させたかった。腕っぷしに自信はないが、向こうも暴力に訴えてくることはないだろう。そう考え、この問題を引き受けることにしたのだが、こちらに帰ってきたのはかつてないほど冷たい視線だった。信じられない。どうせ口だけのくせに、あなたみたいな人が私は一番嫌いなんです。葵さんは店の奥に消え、それきり出てこなかった。残された俺は途方に暮れ、ふと頭に浮かんだのは茜さんの顔だった。そうだ、茜さんなら。それは多分元旦那のせいだね。突然アパートを訪ねた俺に茜さんは事情を説明してくれた。10年くらい前、店の経営が一番苦しかった時だよ。私の元旦那、葵たちの父親が絶対に成功する儲け話とやらを持ってきたんだ。これで店は助かる。みんなにも幸せな暮らしをさせてやるからってね。それじゃあ。大失敗だったよ。元旦那は大きな借金を作って、さっさと自分だけ蒸発した。まだ空と大地が生まれたばかりだったのに、うちの生活はどん底まで落ちて、それから葵は他人を信じなくなったんだ。葵さんが一人で頑張ってしまうのはそれが原因だったのだ。
実の父親を信じた結果、手ひどく裏切られてしまったから。まして赤の他人を信じるなんて、彼女の心の傷を考えたらとても無理な話だ。すみません、俺は軽はずみなことを。あの子を思ってのことだろ。ありがとう、光一くん。それに口だけじゃないって私は信じてるよ。頑張ります。何よりのプレッシャーだが、これほど嬉しい言葉もない。あなたを信じている。あの時もこの一言がどれだけ力をくれただろうか。あ、そうそう、光一くん。今日こんなものを見つけたんだけどね。そう言って茜さんはおもむろにスマホを起動した。とあるウェブページを開き、俺に画面を向ける。え、これって葵しかいないよ、こんなことをするのは。しばらくの間、俺と茜さんは顔を見合わせるのだった。その翌日、葵さんはそわそわと落ち着かない様子でしきりに店の外を見ていた。お客が途切れれば急いで店の奥にある PC を立ち上げる。そしてなんでどうしてとつぶやく。その繰り返しだった。どうしよう、もっとお客を増やさないと、あの男が。葵さん、なんですか。飛び上がるほど驚き、慌てて PC を閉じる葵さん。驚かせてしまったことを謝りつつ、俺は確信をついた。お客さん来ないですね。ええ、いつものことですから。不思議ですね。ホームページを作ったのに。葵さんは目を見開いて固まった。やっぱり葵さんが見せてくれたお弁当の店スマイルのホームページを作ったのは彼女だったのだ。びっくりしましたよ。いつの間に茜さんにも内緒で。知りません。私はホームページなんて。それじゃあ外部の人が勝手に作ったと。それは問題ですね。少し意地悪く問い詰めると、ようやく葵さんは観念した。営業が終わった後、コツコツ地道にホームページを作っていた。そして数日前、苦労の末にようやく完成。これで店の名前が広まり、お客が増える。そう期待していたのだが、お客が増えない。それどころかホームページにアクセスしてくれる人もほとんどいない。決まり悪そうに葵さんは黙り込んだ。それが何よりの答えだった。ちなみに俺はその原因がおおよそわかるつもりだ。葵さん、SEO 対策はしていますか？何ですか？ホームページを検索エンジンの上位に表示させる方法です。失礼しますね。返事を待たず、俺は PC の前に座った。ああ、これは見づらいな。リンクを増やして、ついでにフォントも変えておくか。それから。俺が手を動かすたび、葵さんはいちいち目を丸くした。ほんの10分足らずの作業で、ホームページは大きく様変わり。それを無言で何度も繰り返し眺めた後、葵さんは怪しい人間へ尋ねるようにつぶやいた。何者ですか、浅川さん。前の仕事でちょっと。前の仕事？気になりますか？いえ、別に。口ではそう言いつつ、昨日までとは明らかに違う部分があった。それは葵さんが俺に興味を持ってくれたということだ。葵さん、やっぱり人は信じられませんか？関係ないです。浅川さんには分かったようなことを言わないで。それが全く分からないわけでもなくて、俺自身が人を信じて救われたので。人生のどん底にいた時、ある人が手を差し伸べてくれた。そしてあなたを信じると言ってくれた。だから俺もその人を信じることにしたのだった。俺自身がダメなら、せめてこれから俺がすることを信じてくれませんか？何をするつもりですか？俺はポケットからスマホを取り出し、とあるアプリを起動した。1週間ください。
この店のお客を倍にしてみせます。そしてあっという間に約束の1週間が過ぎた。ああ、もう代わってください。浅川さんは注文とレジ急いで。はい。手際の悪い俺を追い出し、葵さんがキッチンに立つ。見事な手さばきで次々と弁当を仕上げていく姿は思わず見とれてしまうほど鮮やかだった。しかし見とれてばかりもいられない。おい兄ちゃん、注文まだか？お会計。すみません、順番にお伺いします。並んでいる客から文句が飛び、慌ててカウンターに向かう。そう、今日のスマイルはかつてないほど大忙しなのだ。まさか本当に冗談だと思ったのに。昼のピークを乗り切り、ようやく一息ついた時、信じられないというように葵さんはボソッとつぶやいた。もちろん本当にお客が倍になった件についてだ。葵さんが信じて許可してくれたおかげですよ。この店の SNS アカウントを作って俺が運営することを。別に信じたわけじゃ、他に方法がなかっただけで、ダメ元というか、それだけでこんなにお客が増えるなんて。ありがとうございます、葵さん。お礼を言われるとは思わなかったのか、葵さんは顔を赤くしてうつむいた。まだ俺自身を信用してくれたわけではないのだろうが、今はこれで十分だ。これだけでも彼女が少し心を開いてくれたのがわかるから。そうだ、お母さんにお昼を持っていかないと。浅川さん、今日も。たまには葵さんが持って行ってあげては。店番は俺が。でも。客足がぐんと増えたことも茜さんに報告したいだろう。そんな様子を汲み取り、俺は葵さんを半ば強引にアパートへ向かわせた。するとその直後だった。よう、店番か浅川。山本？店に現れたのは山本だった。なぜか顔にはニヤニヤと意地悪い笑みを浮かべている。なんでよ、その顔は。いや、最近お前、あの美人さんと仲がいいよな、と、弁当を買いがてら、その辺お二人さんにインタビューしようかと。どうなんだ、実際。バカ、彼女は茜さん、俺の恩人の娘さんだ。どうかなるわけがないだろう。そう怒るなって。冗談だよ。相変わらず真面目だな。山本は笑いながら周囲をキョロキョロ見回した。そして突然真顔になり、俺の耳元でささやいた。彼女には気をつけろよ、浅川。見たんだよ、昨日の夜、葵ちゃんが派手なスーツの男と会っているのを。派手なスーツの男。俺の頭にはとある人物の姿がはっきりと浮かぶのだった。あいつとまさか見間違いだろ。山本の言葉は気になったが、すぐに頭から抜けてしまった。ホームページと SNS の効果で客足が増え、単純に忙しくなったこともあるのだが、俺と葵さんはとあるおめでたい日の準備に追われていたのだ。もうすぐですね、スマイルの15周年記念セールは。はい、できればそれまでお母さんも復帰できたらよかったんですが。季節の変わり目ですから無理は禁物です。でも順調に回復しているようで、俺も安心しました。ええ、浅川さん。いえ、なんでも。ところで、ホームページと SNS の更新は終わったら開店までチラシを配ってきてください。それと掃除が甘いですよ。それから。わかりました。今すぐ全部やります。いつの間にかすっかり遠慮がなくなった葵さん。やはり確実に少しずつ心を開いてくれている。それが嬉しかった俺はここで大きなミスをした。彼女が何を言いかけたのかちゃんと聞いておけば、あんな事件は防げたかもしれないのに。それから約1ヶ月後、15周年セールの当日、俺も葵さんも早朝から出勤し、お客さんが押し寄せてくるのに備え、万全の準備を整えた。いよいよですね、葵さん。はい、浅川さん。
どうかしましたか？その揚げ物上手になりましたね。え？最初は目も当てられないというか、どれだけ自炊をしてこなかったんだろうというか、なのにやたらキッチンに立ちたがるし、正直に言ってちょっと、いえ、かなり迷惑でした。葵さんもはっきり言ってくれるようになりましたよね。とはいえ彼女の言うことはもっともだ。以前は仕事が忙しくろくに料理などしてこなかった。もちろん揚げ物の経験値などゼロに等しく、黒焦げか生焼けか失敗作の山を築くばかりだったのだが、今日のアジフライは合格です。これならお客さんも喜んでくれるはずですよ。葵さん。思わず言葉に詰まったのは彼女が不意に微笑んだから。この店に初めて来るまっすぐ俺に向けられた笑顔だった。この笑顔がすぐに曇ってしまうなんて俺は予想もしていなかった。どうして？店の前に立つ葵さんが呆然とつぶやくのが聞こえた。俺はカウンターを磨く手を止め、そちらに駆け寄った。葵さん。どうして？ねえ、浅川さん、どうしてお客さんが誰も来ないの？それは答えられないのは俺も理由を知らないから。今日はスマイルの15周年セール当日、1ヶ月前からホームページと SNS で告知し、どちらもコメント欄は行きますの声で溢れていた。それなのに昼時を過ぎても一人の客も姿を見せないのだった。おかしいな。常連さんすら来ないなんて。浅川！そこへ走ってきたのは常連の一人である山本だった。山本？どうしたんだそんなに慌てて。浅川、お前、ホーム。落ち着け、一体どうしたんだ？ここのホームページ。だよ、いいから早く見ろ。ようやく息を整え、山本は叫んだ。尋常ではない様子に、俺は言われるがまま、店の PC でホームページを開いた。すると、なんだこれは。キャッ！俺と葵さんは同時に声を上げた。まずいミックスフライ弁当100万円。食べれば腹痛確定な鮭弁当1億円。全部激まず&猛毒。絶対に食べに来ないでください。店主より。こんな文章がホームページ全体にわたって表示されていたからだ。何これ？ひどい。ひどすぎる。一体いつの間に？おそらく今朝だな。浅川、今日はホームページをチェックしたか？山本の指摘で今朝から忙しくてチェックしていなかったことを思い出す。しかしそんなものは言い訳にならない。運営を担当していたのは俺なのだから。すみません、葵さん。それは後にしろ。浅川、こっちもかなりまずいぞ。これを見ろと山本が横から PC を操作する。画面に表示されたのはとある有名な口コミサイトだった。そこに書かれていたのは、お弁当のスマイル、女店員の態度が最悪、安い弁当を買ったら睨まれた。床に落とした食材を弁当に入れていた。気持ち悪くて二度と行かない。単純にまずい。こんな店を選ぶのは味音痴の貧乏人だけ。腹を壊して病院に行きました。嘘ばっかり。わかってます。常連の俺が言うんです。間違いありません。全部デタラメです。取り乱す葵さんを山本がなだめる中、俺はもう一度ホームページをチェックする。目を覆いたくなるような暴言とデタラメ、わざと貼られた無関係かつ大量のリンク、何者かの悪意でいっぱいの中に探していた答えがあった。これだ、お客が誰も来ない理由は。葵さんも画面を覗き込み、途端に目を丸くする。15周年セールは中止。こんなありさまなので開店できません。楽しみにしていた貧乏人の皆さん、ドンマイ。お母さん、ごめんねお母さん。葵さん。泣き崩れる葵さんを抱き留め、
俺は PC の画面を睨みつけた。許せない。茜さんがいない中、彼女がどんな思いでスマイルを守ってきたか。犯人は何も知らない。知っていたら、こんなにひどい真似はできるはずがないのだ。ケテ。え？助けて、浅川さん。このままじゃ明日からも営業できない。そうなったらお母さんのお店が、弟たちだって。落ち着いて、葵さん。あなたを信じるから私たちを助けて、浅川さん。その一言で十分だった。誰かが信じてくれた時、人は持っている以上のパワーを発揮できる。俺はそれを知っているからだ。7時間ください。すべて元通りに。いや、このお店をお客さんでいっぱいにしてみせます。俺は有言実行がモットーだ。やると宣言したら、それは必ず全身全霊で実行する。だから1時間後、その光景を見ても驚かなかった。浅川さん、これ。口コミサイトに削除依頼も出しました。かなり悪質ですから、すぐに運営も動いてくれると思いますよ。まだ呆然としている葵さんを、いつもとは反対に俺がせかす。ほら、こんなにお客さんが待ってるんですから、仕事仕事。はい。ようやく笑顔を取り戻し、葵さんは声を張り上げた。いらっしゃいませ。お弁当のスマイル、今から全品半額です。それに応えて、わーっと大きな歓声が上がる。声を上げたのは、美味しい弁当を求める大勢の人々。お弁当のスマイルは15年の歴史で初めて、店先に長蛇の列を作っていた。一体何をしたんですか、浅川さん。ホームページは綺麗に直ってるし、あんなにたくさんのお客さんが、私、もう訳がわからなくて。まあまあ、落ち着きましょう、葵さん。どうにか怒涛のセールを乗り切った後、いつものクールな彼女とは別人のような興奮気味の葵さんをなだめながら、ようやく落ち着いたタイミングで俺はネタばらしをした。まずホームページを修正するために犯人の痕跡をたどりました。案の定ウイルスも仕込まれていたので、それを片付けて、ここで1分くらいかな。それで残りの時間は？ SNS で嵐の件を報告して、改めてセールに来てくれるようフォロワーに呼びかけていました。あとは少し細工を。細工？釈然としない様子の葵さんには、多分もうすぐわかりますとごまかしながら、俺は確信を持ちながらその時が来るのを待っていた。もうすぐ彼女を泣かせた犯人が乗り込んでくる。おい、お前らだろ、俺の PC を壊したのは。やっぱり俺は外に出て大声でわめく人物を出迎えた。いらっしゃいませ。待っていましたよ、下畑さん。てめえがやったのか。もう1時間も前から変な画面が消えねえんだよ。データも勝手に次々デリートされるし、どうしてくれるんだ。俺の目の前に壊れた PC を突き出し、下畑剛は唾を飛ばしてわめき散らした。どうやら俺の細工はうまく作動したらしい。さっさと元に戻せ。どうしてだ。お前が壊したからに決まってんだろうが、ちょっといたずらしてやったくらいでよ。それは自白ということでよろしいですか。犯人を特定した時から、いずれ自分の口で罪を認めさせるつもりだった。けれどまさか自白してくれるとは。思わず笑ってしまい、下畑は顔を真っ赤にした。何笑ってんだよてめえ。いえ、 PC を直すんでしたよね。いいですよ。そうだ、今すぐ直せ。わかりました。ただし謝罪文が条件です。は？自分の悪行を認め、ホームページと SNS に下畑剛の名前で謝罪文を出すこと。それが俺の提示した条件だ。どうするんですか？謝罪文さえ出せば、その PC は3秒で元通りですが。ふざけんな。俺は何もやってねえ。勝手に犯人扱いするんじゃねえよ。
だいたい俺がやったって証拠もねえだろ。ありますよ、証拠なら。は、なら出してみろよ。どうせ証拠なんてないくせに、勝ち誇る下畑に俺はお望みの証拠を突きつけた。ホームページの運営を任された時、念のため特別製のセキュリティソフトを仕込んでおいたんです。もしも PC に侵入された場合、どのパソコンからいつどこの誰が侵入したのか全て一目でわかるように。ログを確認しますか？ちなみにあなたの年齢や住所、クレジットカードの暗証番号なんかも把握済みです。下畑剛さん、24歳。住んでいるアパートは…待った。わかったから、一体お前は何者なんだよ。その問いには別の人物が答えた。浅川は天才ハッカーだよ。今は弁当屋だけどな。山本。親友の言葉でかつて自分が天才と呼ばれていたことを思い出す。かつて俺は山本が現在も勤めている会社の社員だった。業務内容はサーバーの運営と保守。俺たちは同期のシステムエンジニアだったのだ。浅川の腕は会社で一番だった。単に仕事が早いだけじゃなく、トラブル原因の最も深い部分を突き詰めて解決するのが得意だった。質、スピードともに同じ真似ができるやつは会社にも業界を探してもいなかったよな。俺は自他ともに認める抜群に仕事ができるやつだった。だがそれゆえに限界を迎えた。あれもこれもと周囲に仕事を押し付けられ、やがて体と心が悲鳴を上げたのだ。山本だけは俺を気遣い、仕事の一部を引き受けてくれた。お前は働きすぎだと仕事を減らすように忠告してくれたのも山本だけだった。けれどその時にはもうとっくに俺は燃え尽きていたのだった。会社を急に辞めて、その後は何をしてたんだ？ひたすら公園でぼーっとしてたよ。仕事をする気も他のことを始める気にもなれなくて、多分生きる気力すら失っていたと思う。そんな俺に話しかけてくれたのがまだ元気だった頃の茜さんだった。あんたお腹が空いてるんじゃないか？慣れ慣れしく話しかけてきた中年の女性を最初は警戒した。当時は空腹を感じることすら忘れていたから、余計なお世話だとろくに返事もしなかったのだが、人間食べないと元気が出ないよ。ほら、おいしそうな匂いだろ。私が作った弁当だよ。一口でいいから食べてごらん。さ。何回も何回もあまりにしつこくて、かといって追い払う気力もなくて、突き出された弁当を俺はしぶしぶ口に運んだ。すると、ほら、泣くほどお腹が空いてたんだろう。ゆっくりでいいからたくさん食べな。はい。涙が後から後から流れて止まらなかった。素朴で温かい弁当の味が、茜さんの優しい言葉が限界まで傷ついた心と体に染みた。それは俺が茜さんに救われた瞬間だった。それから時々公園で話すようになったんだが、そのうち茜さんは公園に来なくなった。商店街の噂で彼女が過労で倒れたことを知ったよ。そして彼女が限界の体で働き続けようとしていることも知った。そこで俺は彼女の店まで直談判に行った。自分を雇ってください。茜さんの分まで俺が働きます。と。どこにそんな勇気があったんだか、我ながら不思議だけど、茜さん、倒れる前に言ってくれたんだ。きっとあんたは立ち直れる。私は信じてるって。それだけで決断するには十分だったよ。だからって料理経験ゼロのお前が弁当屋になるなんてな。聞いた時は驚いたが、元気になってよかったな。ああ、心配かけて悪かった。ありがとう、山本。山本は水臭いなと笑い、続けて下畑に向き直った。おい、商店街の跡地に大型ショッピングモールを作る話、
あれは嘘だな。え？図星をつかれたように下畑はうろたえる。調べるのに苦労したよ。なんといっても背後にヤクザが絡んでいたからな。本当はホテルを建てて残りの土地は駐車場にする計画なんだろ。知らねえよ。本当らしいな、その話は。いつの間にか下畑の背後には大勢の男女が集まっていた。みんな商店街の人々だ。全員が一斉に下畑を睨みつける。剛くん。人だかりの中から一人の若い女性が進み出てきた。葵さん。剛くん、もう諦めて。立つのがショッピングモールでもホテルでもみんな土地を手放す気はないから。お母さんや私も含めて。葵、違う、嘘つきはこいつだ。ホームページの件も含めて実はこいつが俺に指示してたんだよ。そう言い放ち、いきなり下畑は俺を指さした。商店街の人々の間にざわめきが広がる。しかし葵さんは顔色一つ変えなかった。嘘。そうそう、嘘みたいな話だよな。だけど私は浅川さんを信じてるから。お母さんが倒れた時、私が一番辛かった時、助けに来てくれた浅川さんを。正直あんまり最初は役に立たなかったけど、どんなに冷たくしてもずっとそばにいてくれたから。それだけで。気が抜けたように下畑はその場にへたり込んだ。そして誰かが呼んだパトカーが到着するまで逃げも騒ぎもしなかった。そしてそのまま連行されていったのだった。その後下畑は詐欺行為や恐喝などさまざまな件で逮捕された。他にも多くの場所で悪行を重ねており、有罪は確実だそうだが、そんな彼にも実は悲しい背景があった。下畑はもともと葵さん親子の近くに住んでいた子供だった。母子家庭だったそうだが、突然の事故で母親が他界。それから施設で育ち、差別や職員の暴力など理不尽な思いをたくさん味わった。それが彼を非行に走らせ、やがてヤクザと関わる道を選ばせてしまったのだ。お金が欲しかったんですって。お金があれば誰も自分をバカにしないから。目に見えるお金以外もう何も信じられなくなってしまったから。私もその気持ちは少し分かってしまって。父親が蒸発したことで葵さんも過去にいろいろと辛い思いをしたらしい。だから放っておけなかった。下畑が幼なじみの剛くんだと気づいたとき、葵さんは彼を説得するため一人で会いに行ったのだ。商店街がなくなればあなたが育った場所もなくなってしまう。少しでもいい思い出があるならどうか手を引いてほしいと。なんて無茶を。逆上されたらどうするつもりだったんですか？あ、そういえば考えてなかったです。そんなところは見知らぬ男に弁当を差し出した茜さんそっくりだ。やっぱり親子だな。俺は呆れつつしみじみと思うのだった。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。海苔弁当3つですね。少々お待ちください。今日もお弁当のスマイルには葵さんの笑顔と元気な声があふれている。ホームページや SNS の効果もあって、あれから連日の大繁盛。俺も葵さんと一緒に毎日忙しく働いているのだが、最近とても嬉しいニュースがあった。茜さんの体調が回復し、店に復帰するめどが立ったのだ。もうすぐ俺はお役御免ですね。少し寂しいですけど。少し？じっと見つめられ、ついつい本音がこぼれる。いや、すごく寂しいです。すでに再就職先は決まっている。山本が独立して会社を立ち上げることになり、手伝ってくれないかと誘ってくれたのだ。また以前のように壊れてしまわないよう、今度は山本が仕事をきっちりセーブしてくれるそうだ。その上で俺が持つ能力を求めてくれている。それが嬉しくて
俺は迷うことなく OK したのだった。私もすごく寂しいです。葵さん。私だけじゃなくて、お母さんや弟たちもきっと寂しがります。毎日お弁当を買いに来ますよ。オフィスはそれほど遠くないらしいので。それだけですか？え？定休日はお弁当がなくても会いに来てくれますか？真剣な目で訴えてくる葵さん。それに対して俺はもちろん今度も迷わず OK したのだった。一旦信用を裏切られれば人を信じられなくなってしまうかもしれないけれど、きっかけさえあれば何度でもまた誰かを信じることができる。それは決して難しいことではないのかもしれない。人を信じて人生が変わったことを俺はずっと忘れずにいたい。そしてあなただから信じられると思ってもらえる仕事をこれから積み重ねていきたいと思っている。なあ、どうだ？お前みたいなお荷物今まで育ててやったんだから恩返しだと思って。そうよ、あんたみたいな出来損ないが役に立てるなんてこんなことぐらいしかないんだから。今まで家族に空気扱いされていた私。18歳の誕生日を迎えると親の借金の肩代わりに御曹司との結婚を言い渡された。今の時代にこんなことって。しかも私が結婚する相手は体重100キロ超えのふくよかすぎる人だった。でもまさか彼の正体があの人だったなんて。その時の私は知る由もなかった。あんたが妹とかありえない。こんなブスで出来が悪い妹がいるって周りに知られたくないんだけど。お前に金をかけるだけ無駄だな。高校卒業したらさっさと家から出て行けよ。私は家族からいつも冷たい言葉を投げかけられている。どこにも居場所がないと感じながらも、私は家以外にいる場所がなかった。私の名前は中山早苗。自室で一人で過ごしていると、突然親に名前を呼ばれ、リビングへと足を踏み入れる。リビングには両親と2つ年上の姉である由美子がおり、私に座るように促した。早苗、18になったら結婚しろ。え？父に突然言われた言葉を理解することができず、呆然としてしまう。結婚なんて一度も考えたことがなかった。確かに女性は16歳で結婚できるのだろうが、昔の人じゃあるまいに、いくらなんでも早すぎるのではなかろうか。早苗には無理よ。こんなブサイクを嫁にもらってくれる男なんているわけないじゃない。話を聞いていた姉は私を見下していた。それもそうか。お前なんかをもらってくれる男なんているわけないよな。由美子ならまだしも、見た目も出来も良くないんじゃ無理よね。姉の言葉に同情し、両親も大きくうなずく。私は幼少期から出来のいい姉と比べられていた。モデルのような体型をしている姉は、異性にも同性にもモテており、一人でいるところを見たことがないほど。しかも勉強もできるため、教師からも期待されていた。そんな姉のことが両親は自慢であり、いつも近所の人には羨ましがられている。姉はきっと私のいいところまで全て取ってしまったのだろう。私は姉と比べればぽっちゃりしており、どんなに勉強しても成績はあまり良くならない。姉は勉強せずともテストでは高得点を取っているというのに、努力しても報われないことに愕然としていた。珍しく両親から声をかけられたとしても、今みたいに姉と私を比較しバカにしてくるのだ。普段家では家族から無視されており、空気のような振る舞い方をされている。私から家族に話しかけようものなら、いつも理不尽に怒鳴られた。話しかけるんじゃないよ。あんたに時間をかけるほど暇じゃない。言葉通り、姉には時間もお金もかけるというのに、私には最低限のものしか与えてくれなかった。同じ屋根の下に暮らしているというのに、私は食事を家族と一緒に食べられない。ほら、あんたのご飯持ってきな。洗い物もちゃんと自分でするんだよ。はい。私の食事は別なのが当然。
ちらりと見た食卓には豪華な食事が並んでいた。私のは前日の残り物。いつも一人寂しく自室でご飯を食べる。悪い時は食事すら用意されていない時さえあった。どうせ私なんて誰にも必要とされていないんだ。そう思って毎日卑屈に生活している。しかし私が小学生の頃、どうしても家族からの仕打ちに耐えられなくなって家を飛び出した時があった。人気のない公園で普段のモヤモヤを発散すべく大きな声を出したら、ストレスを発散することができ、すっきりした。そのまま歌うと、さらにすっきりすることに気がついた。それからというもの、私はストレスが溜まってどうしようもなくなると、歌を歌うようになった。お小遣いをもらえていなかった私は、カラオケに行くお金がなかったため、人気のない公園を選んでは、歌ってストレスを発散して帰るのが日課になった。下校途中、人気のない公園に立ち寄って辺りを見渡す。誰もいないことを確認して、私はいつものように歌い始める。歌っている間は、家のことや家族のことなどを忘れることができて、幸せな時間だった。歌い終わると、近くから拍手が聞こえた。音がする方向へ目をやると、姉と同じくらいの年齢の男の子が私の歌を聴いてくれており、にこやかに笑っている。僕はファン1号。毎日聞きに来てもいい？男の子は宣言通り、毎日来ては私の歌を飽きずに聴いてくれた。しかし、いつの時からか、ぱったりとその男の子は来なくなってしまう。男の子がいないことを寂しく思ってしまうものの、連絡先を交換していなかったため、どうすることもできない。残念に思いながらも、男の子がいつか戻ってくるんじゃないかと思い、私は同じ公園に通ったが、男の子と二度と会うことはなかった。私が高校3年になってからしばらくが経ち、今日は私の誕生日だった。いつものように人気のない公園へと向かって歌っていると、スマホが着信を知らせていることに気づく。私のスマホはほとんど使用されることがないため、着信を知らせるなんて珍しいことだった。確認すると、どうやら父からのようだ。間違って電話をかけたのだろうと思って電話に出ないでいると、スマホは何回も着信を知らせる。何かあったのかと思い、私は電話に出た。どうしたの？お前に頼みがあって、とりあえず早く帰ってきなさい。塩らしい父に驚きながらも、私は帰路に着いた。私が家に着くと、リビングには両親の他にも姉の姿があった。通夜か葬式のように家族の表情は暗い。どうしたの？何かあった？頼む！お前が頼りなんだ！私を見るなり、父は深々と頭を下げてきた。今までこの家で生活してきたが、父が私に頭を下げることなど一度もない。私はあまりのことに驚き、目を白黒させてしまう。父さんの取引先の社長の息子と結婚してくれないか？結婚？まさか先日の冗談のように話していた結婚の話が現実になってしまうなんて。現実味のない話に私は信じられないでいた。なんで私が結婚しないといけないの？実は投資に失敗して借金が1000万円あるんだ。1000万？父が投資をしていたということにも驚いたが、借金の桁にも驚いた。会社の御曹司と結婚すれば結納金で借金を肩代わりしてくれることになって。それなら私よりもお姉ちゃんの方が適任なんじゃないの？私ブスだから。そう言って姉を見てみると、姉は肩をすくめていた。私じゃ役不足だからあんたに譲ってあげるわ。姉の含ませた言葉におおよそ理解することができた。容姿が良くない相手なのだろう。姉は容姿が良くて人気だが、姉もイケメンが大好きなのだ。金がある男性だとしても見た目が伴っていないため、
自分は遠慮したいということだろう。なあ、どうだ。お前みたいなお荷物、今まで育ててやったんだから、恩返しだと思って。そうよ。あんたみたいな出来損ないが役に立てるなんて、こんなことぐらいしかないんだから。私の意見なんて聞いていないようで、私は御曹司との顔合わせの日取りを勝手に決められてしまった。顔を合わせて嫌なら断ればいい。どうせ私は誰からも歓迎されないだろう。あちらが私では嫌かもしれない。容姿のいい姉が来るものと期待しているのだとしたら、私は暴言を吐かれてお役御免となることができる。そう思いながら、私は顔合わせ当日を迎えた。通された部屋にいた男性を見た瞬間、私は息を飲んだ。ようこそ、お待ちしてました。男性は歓迎してくれていたが、私は驚きで声を出すことができない。結婚相手の男性はかなり体型がふくよかだった。というか、ただのデブ。姉が嫌がる理由もわかる気がした。男性が私の座る場所の椅子を引いてくれたため、私はその椅子に腰掛けた。僕の名前は本郷雄二。趣味はアニメを見ることです。しかもオタク。雄二の体重は120キロはありそうな巨体だった。少し話をするだけで額から汗をかいている。私は歌を歌うことですかね。歌が好きなんて素敵です。ぜひ僕の好きな歌も歌ってほしいな。雄二の反応に私は苦笑いを浮かべた。この相手と結婚すると考えると自信がなくなってしまう。結婚すると彼とずっと一緒にいないといけないのだ。生理的に無理だと頭が警告していた。どうでしょうか、僕との結婚。私は必死に頭で考えていた。どうにかして雄二に考え直させなければならない。時間を稼いで何とか彼に考え直してもらおう。まだ私は18で結婚って考えたことがなくて、正直言うとちょっと自信がありません。そうですよね。ならこうしましょう。僕と1ヶ月同棲してから結婚するか決めてくださって構いません。異性と同棲なんて考えたことがなかった。しかし、このまま結婚するよりも安心できる気がした。私はまだ学生だったため、高校を卒業してから同棲するということに。連絡先を交換した後、私は帰宅した。帰宅すると、どうだったのか期待を込めた目で父が私を見てくる。卒業してから1ヶ月、同棲してから決めることになった。そんな悠長なこと言ってられるか。さっさと結婚しろよ。あちら側からの提案なんだけど、雄二から提案したことだといえば、父はおとなしくなった。父は全てが私頼みであり、逆らうべきではないと判断したのだろう。私は雄二との同棲のために荷物をまとめた。お小遣いをもらっていなかった私は物が少なく、少しの服くらいしか荷物がない。後日住所を見ながら住宅街を進むと、目の前には豪邸が佇んでいた。何人も一緒に住めるのではないかという大きさに、開いた口が塞がらない。恐る恐る呼び鈴を押すと、大きな扉から雄二が顔を覗かせた。いらっしゃい、早苗さん。道に迷わなかった？ええ、大丈夫です。雄二は荷物を私から受け取ると、量の少なさに驚いていたようだが、にっこりと笑う。荷物が少ないけど、これから増えていくからちょうどいいね。雄二が言うには、この豪邸が母屋で、離れに雄二と2人で住むという。離れも3階建てであり、地下室もあるという。父さんが僕のために新築してくれたんだ。私が住んでいる家とはスケールが違いすぎて、めまいがしてくる。緊張してしまって、なかなか家の中を歩くことすらできないでいると、雄二が家の中を案内してくれた。好きなように部屋を使ってくれていいからね。困ったことがあったら何でも言って。好きなように使うとするなら、私は一部屋あれば十分だった。一気にたくさんの情報が入ってきてしまったため、少し疲労を感じる。今日は疲れたでしょ？僕が料理を作るからね。
申し訳ないですよ。御曹司に料理を作らせるだなんて申し訳なさすぎる。しかし、意気揚々とキッチンへと向かうユージは、満面の笑みを浮かべていた。僕が君に食べさせたいんだ。このために練習したから楽しみにしててよ。御曹司は料理をしたことがないと思っていたのに、ユージはバランスのいい食事を用意してくれた。寝室はお互いの部屋で別々だから安心して。用意された部屋には大きなベッドがあり、私が持ってきた少ない荷物がポツンと置かれている。生活の変化に体がついていかず、私は思っていたよりも疲れているようだ。今日は早々に就寝しようと、私はユージの部屋を控えめにノックする。中から返事が返ってきて、私は扉を少し開け、深々と頭を下げた。今日は少し疲れたので、もう休みます。おやすみ。来てくれてありがとう。ゆっくり休んでね。あ、扉に内鍵ついているから心配だったら鍵してくれていいから。あまりにも至れり尽くせりで恐縮してしまう。ユージはねぎらいの言葉をかけてくれて、私とユージは別々の部屋で就寝。翌日、私は早く起きようと思っていたものの、寝過ごしてしまった。大慌てでキッチンへ向かうと、すでにユージは起きており、食卓には朝食が並んでいる。おはよう。よく眠れた？はい。ありがとうございます。ちょうど朝食ができたんだよ。早速食べよ。どうやらユージは料理を振る舞うことを喜んでいるらしい。誰かのために料理を作るって素敵だね。苦手なものがあったら教えてくれると嬉しいな。ユージは美味しい朝食と夕食を作ると言った。私は掃除や洗濯をするという約束をし、家事は分担して行うことに。ユージは同棲してから私に尽くしてくれており、私は徐々に心を許していった。就寝前はユージの部屋で漫画を貸してもらったり、一緒にアニメを見たりと、同棲生活を楽しめるようになる。今日は何を見ようか。早苗さんの好きなものを一緒に見よう。私はユージさんが好きなものが見たいです。私は次第にユージの優しさに惹かれていく。ユージは何よりも私を優先してくれる。実家にいた頃とは全く違い、私は家にいるのが大好きになっていた。今では人気のない公園で歌うこともなくなっている。見せたいものがあるんだけど。ある日、ユージに見せたいものがあると案内されたのは地下室だった。地下室は物置のイメージがあったのだが、そこには想像を超えるものが置いてある。すごい！地下室はステージになっており、カラオケが完備され、歌えるようになっていた。早苗さん、歌うの好きだったよね。ここなら公園じゃなくても僕しかいないから歌えるんじゃない？歌うのは好きだと最初に教えてはいたが、どうして私が公園で歌っているのをユージが知っているのか。私が驚いて目を見開いていると、ユージは満面の笑みを浮かべている。何を隠そう。僕が君のファン1号だよ。なんと、あの時公園で私の歌を聴いてくれていたのはユージだったのだ。実は、君のお姉さんの仲間からカツアゲされてて、辛かった時に君の歌声を聞いて癒されていたんだ。姉さんが？うん。でも君の歌を聴くと嫌だったことが忘れられたんだ。あの時間がなかったら今の僕はいないと思う。言われてみると体型はかなり変わっているものの、あの時の男の子の面影がある。まさか姉たちがそこまでユージを追い込んでいただなんて。あの時ちょっと病院にかかっていてね。医者からも精神的に悪影響があるから転校した方がいいって言われて引っ越しちゃったんだ。早苗さんと会ってまた歌が聴きたかったんだけど、引っ越しが落ち着いた頃に公園に行っても見つけられなくてね。悲しみを埋めるためストレスから食べるようになっちゃって、ご覧のありさまさ。ユージは自分のふくよかな体型をプニプニと押す。現実逃避するためにアニメを見まくったら虜になっちゃってね。今では立派なアニメオタクだよ。そうだったんですね。実はあの後も歌ってたんですが、人が来るようになっちゃって移動したんです。私もユージに会いたいとは思っていたものの、
卑屈になっていた私は人目を避けて生活していた。そのため歌うところを転々と変えていたのだ。父が結婚相手を探すと言った時に父が提案したのは、本当は早苗さんじゃなくてお姉さんの方だったんだけど、早苗さんが妹だって知って、僕が早苗さんを指名したんだ。ユージは恥ずかしがりながら私から視線を外す。私はそんなユージをだんだんと愛おしいと思うようになっていった。同棲してもう少しで1ヶ月が経つ。そろそろ結婚するかどうか決めなければならない時期だった。僕、早苗さんが好きだ。僕あの時、早苗さんの歌を聴いてすごい救われたんだ。これからもずっと君のそばにいたいと思ってる。君が望むならどんなことだってするよ。同棲が終わる直前の告白だった。でも、こんなことしてごめん。お父さんの借金を払うのを理由にとかって断りにくいよね。ユージは謝り、私に深々と頭を下げた。1ヶ月同棲できただけでも十分幸せだったよ。嫌だったら出て行ってもらって構わないし、借金は父に言って払ってもらうから安心して。ユージは今も私に選ばせようとしてくれていて、なんて優しい人なのだろうか。私の方こそありがとうございました。辛かった時に一緒にいてくれて嬉しかったです。私が家族の仕打ちに耐えてこられたのは、ユージさんが私を認めてくれたからです。あの時から今でもずっと。私、優しいユージさんのことが好き。今思えば、人気のない公園で歌っていた時、聞いてくれていて嬉しかった。ファン1号として楽しそうに聞いていた彼のことが、私は大好きだったのだ。よかったら、歌ってくれないかな。早苗さんに歌ってほしくてステージを用意したんだよ。だったら、たくさん歌いますね。私が歌い始めたのは、ユージが好きなアニメのオープニング。それに合わせて、ユージがおたげをするという楽しい日常だった。それから半年後、私とユージは結婚式を挙げた。結婚式に家族を呼ぶと、姉は私を見て蔑むように笑う。よくあんなデブオタクと結婚したわね。いくらお父さんのためだからって信じられないわ。私はユージさんを愛しているもの。姉は私に嫌味を言ってくるものの、私は笑顔で告げた。私を信じられないものを見るような目で見ていた姉だったが、私に近づいてくるユージを見て、驚きで目を丸くする。結婚式に現れたユージはスラッとしており、ふくよかだった姿とは別人になっていた。え、なんで？こんなイケメンじゃなかったじゃない。毎日運動してたらダイエットに成功したのよ。毎日私の歌に合わせておたげをしていたユージはダイエットに成功した。今ではすらりとしたイケメンになっている。それを見た姉は式の最中終始悔しそうに私を見ていた。きっと結婚の話が出た時に断ってしまったのを後悔しているのだろう。しかしユージが姉と結婚したとしてもこうして痩せることはなかったはずだ。好きなものを突き詰めた結果であり、ユージが痩せたのは私のおかげでもある。痩せた後も私の歌に合わせておたげをしており、すっかり日課となってしまった。今では食べても痩せてしまうため、以前よりも食べているかもしれない。その後、私はユージの会社の CM の歌を担当することになり、私の歌声を気に入ってくれたプロデューサーから声がかかり、なんとアニメ歌手としてデビューすることとなった。それから私はどんどん人気になり、ライブやサイン会まで行うようになった。今では歌番組に出演したりと、すっかり有名人になっている。今まで私を家族として扱ってこなかった両親と姉だったが、最近になりすり寄ってくるようになっていた。早苗さんのご家族が面会を希望しているんですけど。マネージャーが私に家族が会いに来たことを伝えてきたが、私は首をかしげた。誰？全く知らない人だから追い出してください。私が家族を赤の他人のように振る舞うと、家族は警備員によって外へと追い出されてしまった。噂で聞いたのだが、父はまた投資に失敗して借金があるそうだ。お金に困って私に金の無心をしに来たのだろう。今更私に頼ってこようなんて、どこまで最低な家族だろうか。
まあ、ユージさんに出会えたのは父のおかげなので、それだけは感謝している。借金を返したのだから、それでもう私との関係も終わりだ。ユージは社長の後継者として仕事をしつつ、私生活ではファン1号としてずっとそばにいてくれており、いつも応援してくれていた。ねえ、次のグッズは何が出るの？絶対買うから教えてね。部屋のもう一つが私のグッズで埋まっており、それだけが最近困っていることだ。もう、本人がいるんだから買わなくてもいいじゃない。買わないとダメだよ。推しにお金を費やさないと本当のファンじゃないじゃないか。あ、そうだ。グッズのための家をもう一軒建てればいいね。このままでは、グッズのためにもう一軒家を建ててしまいそうであり、私はどうやってユージを傷つけないように説得するか毎日考える。いつまでもこんな楽しい日々が続きますように。俺と同い年？見えないよな。こいつとんだ老け顔でよ。気がつけば、同期のイケメン社員が俺の後ろに立っていた。10年ぶりに支社から本社へ帰還した俺。年齢を告げると、俺を知らない社員たちにかなり驚かれた。俺は老け顔で、実年齢よりも上に見られることが多いので、こういう反応に慣れてはいた。が、気分が良いものではない。みんな、こいつが老けて見えるのは、本人が一番わかってるんだから、あんまり言ってやるなよ。こいつそのせいで。おい、やめろよ。ついムキになって同僚の肩を叩く。冴えない見た目の俺をバカにして、楽しんでいるだけならまだしも、奴は触れられたくない。いや、思い出したくない過去の傷をえぐろうとしてくる。その時、向こうで話しませんか？二人で。社内一の美人が俺の手を取って顔をあからめてきて俺を救ってくれるのだった。俺の名前は八神拓也、45歳。総合商社に勤めているしがないサラリーマンだ。ここ最近は日本の各地に出向いて仕事をしていたのだが、この度本社勤務に戻ることになった。10年ぶりの本社に少し緊張していたものの、上司とは頻繁に会っていたので、気さくに挨拶することができた。みんな、今日から本社勤務になる八神くんだ。半分以上の社員が先輩に当たるだろうから、いろいろ指導してもらうんだぞ。部長にそう紹介してもらい、歓迎ムードの中、自席に着く。昼休憩の時にスマホを開くと、若い社員に声をかけられた。その写真、娘さんですか？かわいい。女性社員が指さすのは、俺がスマホの壁紙に設定している姪っ子の写真だ。妹の娘で、先月1歳になった。とにかく可愛くて、写真を撮りすぎてしまったほどである。これは。八神さん、ご結婚されているんですね。今おいくつなんですか？勘違いしている女性社員に訂正する前に、次から次へと話が飛んでいく。次第に他の社員も集まってきていた。45歳で。結婚はまだなんだと続けようとしたが、彼女の大声に言葉が止まってしまった。45歳ですか？はい。すみません。貫禄があるから、なるほど。もっと年上だと思っていたのか。確かに、最近の40代は若々しく見える人も多い。それこそ、芸能人なんて、還暦を迎えても年齢不詳の人だってたくさんいる。見た目と実年齢が伴っていないことが当たり前になりつつあるが、どちらかといえば、若く見えることが珍しくない世の中になっている。だから、老けて見える俺に驚いたのだろう。俺が年上に見られるのは昔から。小学生の時には中学生と間違われ、高校生になると社会人かと思われる。いわゆる老け顔なんだろうが、家族は気遣って大人っぽい顔だと言ってくれる。しかし、もうすっかり大人となった今はおじさん顔に見えるのだろう。今に始まったことではないし、年齢を告げて驚かれるのも慣れているのだ。女性社員と俺のやりとりを見て、周囲の人たちが何事かと寄ってくる。あっという間に
俺の年齢が広まった。別に悪いことではないのだが、反応が反応だけに気分が良いものではない。45歳ってことは、浜西課長と同じですか？誰かがつぶやいた言葉に、俺は過剰に反応してしまう。浜西陽。俺が本社に戻ってくると決まった時、最も懸念した相手だ。俺と同期入社の男で、甘いマスクと優雅な所作にたちまち女性社員たちの心をわしづかみにしていた。年を重ねるにつれ、彼の振る舞いは衰えるどころか、余裕のある大人としてさらに人気を博している。ただのイケメンの同期なら、俺にとって何の悪影響もない。しかし、彼と俺には因縁があった。もう過去のことだし、思い出したくはない。だから、極力関わり合いになりたくなかった。なのに、本人がそうさせてくれなさそうだ。そうそう、俺と同い年。見えないよな。気がつけば、浜西が俺の後ろに立っていた。話に釣られてやってきたのか、もともと俺に用があったのか、わからない。あ、浜西課長。女性社員たちの方が一斉に明けに染まる。彼の人気は10年前から変わっていないようだ。浜西課長は次元が違うんですよ。そうそう、45歳なんて信じられない。はは、ありがとう。女性社員たちは浜西の周囲を囲み、キャーキャーと彼を褒めたたえている。確かに、モデルのようにスラッとした体型や肌のコンディションを維持している彼はすごいと思う。30代前半だと言われても違和感はない。そのルックスは彼の努力によるものであることは十分に理解はしているし、疎ましいとは思わない。俺が浜西を苦手としている理由は別にある。まあまあみんな、八神が老けて見えるのは本人が一番わかってるんだから、あんまり言ってやるなよ。これだ。自分の外見がいいことを自覚している彼は、自分より下だと定めた相手をとことん落とす。冴えない見た目の俺を馬鹿にして楽しんでいるのだ。口だけならまだしも。いや、思い出したくない。とにかく、浜西や浜西の外見を気に入って取り巻きになっている人間が俺は苦手なのだ。10年ぶりに本社に戻ってきても、浜西と彼の周囲の環境は変わっていなかった。無視して、外の空気でも吸おうかな、と思った時、俺の手を取った女性がいた。向こうで話しませんか？その二人で。え？俺が首をかしげると、彼女は顔をあからめた。あ、変な意味じゃなくて、資料保管庫の場所とか、コピー機とか案内するように部長から言われているんです。なるほど。じゃあ、お言葉に甘えてお願いするよ。突然声をかけてきた女性社員は目を見張るほどの美人だ。彼女のおかげで、俺はようやくその場から離れることができた。帰社してから数週間、誰かに何か悪口を言われているんじゃないかと、すでに被害妄想に取り憑かれている。浜西以外で、俺に直接嫌味なことを言う人間はいないが、どうしても視線が気になる。俺の話をしているとは限らないのに、目があっただけで、噂をされているのではと勘ぐってしまう。こんなマイナス思考な自分も環境も嫌で、ストレスは着実に蓄積していった。そんな中で、俺の心の安寧となる相手が一人だけ存在している。彼女の名前は中森薫。同じ部署で、俺の向かいの席に座っている。周囲の話によると、今年で29歳になるそうだ。帰社初日にからかわれていた俺を輪から抜け出させてくれた子。一目見た時からかなりの美人で驚いた。オフィスを舞台にしたドラマのメインヒロインのような存在感を持っている。彼女は誰に対しても愛想が良く、仕事もできる。かといって傲慢な態度を取るわけではなく、わからないところがあれば俺にも頼ってくれる。八神さんがくださった資料、とても参考になりました。ありがとうございます。役に立ったならよかったよ。八神さんって憧れの上司って感じです。お仕事早いですし、ミスもなくて、私も八神さんのようになりたいです。笑顔で丁寧に礼を言ってくれる彼女は、まさに俺にとって癒しだった。最初は周囲からどう接すればいいのかわからないといった目で見られていた俺だが、中森さんとコミュニケーションを取るうちに、他の社員も俺に何かと尋ねてくれるようになった。
俺も積極的に社員と関わらなければな、と思う。しかし、飲みの場となると話は別だ。今日飲みに行こうぜ。俺が本社勤務になって最初の金曜日。誰かがそう言ったので、俺も私もと次々に手を挙げていく。俺は飲みの席が苦手だ。誰と話していいかわからないし、酔った人との接し方がわからない。どうせ酒を飲むなら、一人でちびちびと飲む方が好きだ。八神さんも行きますか？今日は用事が。ああ、そっか。奥さんもお子さんもいますしね。でも、来週は歓迎会するので、開けておいてくださいね。奥さん？お子さん？何の話かわからず、ほうけているうちに、俺を誘ってくれた同僚たちは去っていった。そういえば、本社に帰ってきた時にメイの写真を見られたんだった。娘かと誤解されたままだったな、と気づいたが、訂正する相手は飲みに行ってしまった。まあ今度説明すればいいか。俺は残りの仕事を片付けてから帰ろうと思い、パソコンに向かう。すると、先ほどまで会議だった中森さんが戻ってきて、そのまま仕事を始めた。会議の参加者たちは、いそいそと帰り支度をしている。中森さんは飲みに行かないの？女性からも男性からも人気のある中森さんは、てっきり参加するものだと思っていた。そう思って訪ねてみると、少し困った顔をしていた。今日中に終わらせないといけない仕事があって。そうなんだ。手伝おうか？いえ。早く終わらせられれば合流できるだろうと思い提案した。しかし、中森さんはより悩んでいるように見えた。そして、キョロキョロと周囲を見渡したかと思うと、俺に小声で告げた。すみません。仕事が残ってるのは嘘なんです。嘘？私、飲み会が苦手で、だからたまに仕事を理由にして断っているんです。なるほど。そういうことだったんだ。このこと皆さんには。大丈夫。誰にも言わないよ。俺も苦手だから気持ちはわかるし。そうなんですか？ならよかったです。私、酔っ払った人と接するのが苦手で、独特のノリにもついていけなくて。よくわかるよ。俺もだ。そうか。中森さんは人気者だから飲み会も楽しめると思っていたが、とんだ勘違いだったんだな。なんだか一気に親近感が湧いた。中森さんもそう思ってくれていたらしく、しばらく二人で話し込んだ。やがて、オフィス内の人が減ってきたことを確認すると、一緒に会社を出て駅まで歩いた。去り際に、八神さんの歓迎会はもちろん行きますね、と言ってくれたのが嬉しかった。仲間意識のおかげか、次の週から俺と中森さんは、より一層話すことが多くなった。美人な後輩と話をするのは緊張するが、趣味や価値観が合うらしい俺たちは、話が弾みやすかった。本社復帰で、いろいろと悩みの種はあったが、彼女がいることで、多少のストレスは乗り切れそうだった。しかし、八神さ、もしかして中森のこと狙ってる？突然浜西に呼び出されたかと思うとこれだ。彼は昔から、俺が女性と意気投合すると突っかかってくる。今日も会議室に連れて来られた途端、不愉快そうに顔を歪めていた。少し仲良くなった程度で恋愛ごとに発展するわけがないだろうに。何を言っているのか。第一、俺がモテないことは自分自身よくわかっているのに。見た目がいい浜西にとっては少しでも距離が縮まると、恋愛だのなんだの意識するのだろうか。それはそれで大変だろうが、俺の交友関係に口出しされるのは困る。俺は本社に戻ったばかりで、それどころじゃないんだけど。ま、それもそうか。俺の返事を聞くと、あっけなく引いた。早く仕事に戻らせてほしい。一応忠告しとくけど、中森に変な気を起こすなよ。あいつは、俺のことが好きなんだから。は？思わぬ発言に、脳が考えることを拒否しかける。中森さんが、よりによって浜西を？俺のこと、前からベタ褒めなんだよ。イケメンで仕事ができてってな。まあ俺も、あいつのことは気に入ってるから、近々付き合おうと思ってる。くれぐれも、手を出そうなんて思うなよ。だから、そんな気ないって。振り絞った声は、浜西に届いたようだ。そうだな。変に気を持つと、またあの時みたいなことになるかもだし。
身分相応にしてろよ。あの時って、震える拳を握りしめた。俺のトラウマは浜西によって作られたものだ。だけど、俺の弱さが原因でもある。何も言い返せないでいると、浜西はそんな俺を鼻で笑って出て行った。その週の金曜日、俺の歓迎会が部署で行われるため、居酒屋に向かっていた。飲み会は気が進まないが、自分のために開催されるのだから行くしかない。居酒屋に着くと、大部屋に案内された。部下の一人がくじを用意してくれており、該当する席に座るらしい。俺が座った席の隣には中森さんがいた。あ、八神さん。中森さん、よろしくね。まさか、隣になるなんて。俺は嬉しくて笑顔になった。中森さんも小声で言ってくれる。八神さんが隣なら、飲みの席も楽しめそうです。ありがとう。八神さんは何飲まれますか？メニューをどうぞ。さらりと言われた言葉に一瞬ドキッとする。彼女は誰にでも優しいのだから、こんなことでいちいち反応していては心臓が持たないな。そんなこんなで始まった歓迎会。懐かしい顔も多く、俺が別の支社を転々としていた話で盛り上がる。部下たちも真剣に話を聞いてくれるので、懸念していたよりかは楽しい飲み会になりそうだった。そんな中、中森さんの方から陽気な声が聞こえてきた。中森さん、飲んでる？はい、飲んでますよ。お、結構強いんだね。じゃあもっと強い酒頼もうか。一緒に飲もうぜ。酒豪の中森さん。もう、山田さんたら。酔っ払った社員の山田くんに絡まれている。山田くんは普段おとなしくてしっかりしている人だが、酔うと絡む癖があるようだ。案の定、中森さんは引きつった顔をしている。俺は放っておけなくて中森さんの肩を叩いた。中森さん、顔が赤いよ。少し外の風に当たる？え？山田くん、そういうわけだから少し休ませてくるね。はーい。八神さん男前っすね。俺は中森さんを部屋の外に連れ出すことに成功した。店の中庭を眺めながら中森さんの様子を伺う。大丈夫？はい、ありがとうございます。山田さん悪い人じゃないんですけど。わかってるよ。でも中森さんが無理することはないから。八神さんがいてくださって本当に良かったです。その言葉に胸が高鳴った。自分で言った言葉に自分で照れているのか。恥ずかしそうにする中森さんはとても可愛らしい。浜西にはその気はないといった態度をとったが、実はすでに俺は中森さんに心惹かれていた。最初は美人だなぁとしか思っていなかったのだが、彼女と接するうちに内面的にしっかりしていることや優しい性格が見えて、すっかり好きになってしまったのだ。とはいえ、彼女が浜西のことが好きなのならば、俺に勝ち目はないだろう。せめて気の合う上司として仲良くできればそれでいい。気持ちを隠し、二言三言話を交わしてから会場に戻る。すると、浜西の大きな声が聞こえた。八神って昔から暗くてブサイクだったんだよ。ほんと、俺と同い年とは思えないだろう。酒で顔を真っ赤にした浜西は、周囲の人間に俺の悪口を言っていたようだ。彼のこういうところは、今に始まったことではない。俺の性格や容姿をけなし、周りに同調を求める。またか、とため息をつき、無視して自分の席に戻ろうとしたのだが、そこで聞き捨てならない発言を耳にした。前に本社で勤めてた時もさ、大学時代から結婚を前提に付き合っていた彼女がいたんだけどよ。俺と知り合うなり、あいつ振られたんだよ。で、その彼女がまさかの俺を好きになったわけ。ウケるよな。浜西。お帰り。今お前の話で盛り上がってたんだよ。ケラケラと笑う浜西。彼の暴露で、周囲はざわついた。今のマジ？浜西さんに彼女取られたってこと？ひそひそと、俺を見ながらみんなが噂する。浜西の言った言葉は本当だ。俺には入社時から大学で付き合っていた彼女がいた。同級生で気が合い、俺のことを見た目ではなく中身で判断してくれた。彼女とは結婚の話までするようになっていたのだが、俺にそんな相手がいること、つい社内で言った途端、
浜西が彼女に会ってみたいと言ったのだ。当時は浜西の本性を知らなかったので、彼を含め数人の同僚を彼女に紹介した。結婚式には呼んでくれよとみんな言ってくれたのだが、数ヶ月後、俺は彼女から別れを切り出された。別に好きな人ができたのと、突然のことで納得できなかった俺が問いただすと、相手は浜西だった。初めて会った日に連絡先を交換していたのは知っていたが、そもそも男友達も多い彼女だったので気にしていなかったのに。浜西さん、すごくかっこよくて、何でもスマートにこなしちゃうし、どうしても惹かれちゃったの。俺のことを男は見た目じゃないと言ってくれていた彼女からの言葉に、俺は何を信じていいのかわからなくなった。彼女の一方通行なら、浜西に何とかしてもらおうとこの話を持っていくと、さらに信じられないことを言った。お前の女ちょろいよな。ちょっと優しくして、男らしいところ見せつけたら、コロッと態度変えてさ。お前の今の絶望した顔、楽しみにしてたんだ。そこでようやく、浜西が下心を持って彼女に近づいたのだと分かった。お前みたいなブサイクが結婚だなんて思い上がるんじゃねえよ。お前は一生独り身なのがお似合いだ。そんな子供みたいな理由で、俺は人生を変えられたのか。絶望とどうしようもない怒りや悲しみに苛まれる。仕返ししてやりたいという意欲も湧かない。それからの俺は何をするにも身が入らなかった。浜西と彼女に裏切られたショックで、人を本気で信じられない。交際なんて恐ろしくてできない。きっとどんな人でも俺を捨てるんだ。そんな風に考えてしまう。俺は浜西の顔を直視することができず、仕事に支障をきたしたため、自分から異動願いを申し出た。もともと地方の支社での仕事にも興味があったので、好都合だった。それから10年が経ち、俺は様々な支社で仕事をした結果、広い視点でたくさんの知識や経験を得た。この力をぜひ本社で活かしてほしいと言われてしまったため、断れず、やむなく戻ってきたのだ。どうして今そんなこと。思い出したくない過去のトラウマを植え付けた本人に掘り起こされ、胸につっかえを感じた。息が苦しい。視線が痛い。どうしてって、浜西は俺に近づくと小声で言った。言ったよな。中森に変な気を起こすなって。彼は俺が中森さんを連れ出したことが気に食わなかったのだ。だから腹いせにみんなに過去をばらして、俺のトラウマをえぐって。なあ、みんなわかっただろ。この八神は男としてそれは情けない男なんだよ。この状況を楽しんでいるのだろう。浜西はニヤニヤとみんなの顔を見比べる。どこからかクスクス笑う声も聞こえた。ああ、だから戻りたくなかったんだ。ここから消えてしまいたい。もう誰にも会いたくない。俺は足に力が入らず、膝をついた。何ですかそれ。苦しそうな声でそう言ったのは中森さんだった。中森？浜西課長、八神さんの彼女さんを奪っておいて、よくそんなひどいこと言えますね。中森さんが俺をかばっている。明らかな嫌悪感を抱いて浜西に対峙していた。浜西も驚いている。何言ってんだ？俺を選んだのは向こうで、俺は何も悪いことはしてないっての。俺の顔が好みだったのは申し訳ないが、その発言がひどいって言ってるんです。もちろん彼女さんも悪いですけど、浜西課長は全く反省していないんですか？中森さん、もういいよ。涙目になっている中森さんの背を撫でる。俺のために言い返してくれたことが嬉しかった。八神さん、でも私悔しくて、どうして八神さんがこんなこと言われなくちゃいけないんですか？確かに、浜西言い過ぎだよな。八神に嫉妬してるんじゃないか？自分より先に結婚の話が上がってたし、正直、八神の方が仕事できるしな。俺と同期の社員がそんなことを言い出した。徐々にみんなの視線が俺へ向ける好奇のものではなく、浜西を非難するものになる。はぁ？なんだよ。みんなも面白がって聞いてただろ？手のひら返しやがって。そんな空気に耐えかねたのか、浜西は怒鳴る。まだ酒が残っているのか、ふらふらと立ち上がった。そんな負け犬の肩を持っても、いいことなんか何にもねえぞ。浜西は居づらくなったのか、会費を机に叩きつけると帰ってしまった。その後の空気は
とても歓迎会とは思えないものになった。方々から受ける視線が気になってしょうがないが、この状況で俺も帰るとは言えない。なんとかお開きの時間まで耐え、解散した後、中森さんに礼を言った。中森さん、さっきは浜西からかばってくれてありがとう。いいえ、浜西課長が許せなかっただけです。きっぱりと言い放つ中森さん。彼女は優しいだけでなく、芯の通った人なんだ。おかげで救われたよ。過去に色々あったから、人を信用することが怖かったんだ。俺が弱音を吐いても、中森さんは優しく聞いてくれた。八神さんは何も悪くありませんから、ね。すぐに切り替えられないとは思いますが、心の傷が癒えるように祈ってます。本当にありがとう。中森さんがいてくれてよかった。中森さんも何かあったら言ってね。俺が力になるから。心の底からそう言うと、中森さんはうつむいた。唇を尖らせて、何やらブツブツ言っている。何？だから、あんまり気を持たせるようなことは言わないでください。こういうの良くないでしょ？気を持たせる？そんなこと言ったっけ？それに良くないって。社内恋愛って禁止だったっけ？でも、今だけは許してくれますか？中森さんは、失礼しますと言って、俺の方に手を触れた。俺は驚いて、その場に固まってしまう。浜西さんは、あんなこと言ってましたけど、私、八神さんのお顔好きです。こんなおじさんに何を。冗談でも、からかってるわけでもありません。私がそういうことする人間に見えますか？見えない。俺が即答するものだから、中森さんはふふふと笑った。ドキドキと胸の鼓動がうるさい。ならよかったです。八神さんはもっと自信を持っていい人ですよ。それはどういう意味だろうか。俺は中森さんの真意がつかめず、ありがとうと答えることしかできなかった。翌週の月曜日、俺は出社するなり、中森さんと目が合い、思わずそらしてしまった。横目で見ると、彼女も同じ反応だった。歓迎会の後、何とも言えない雰囲気になったし、気恥ずかしいというか、気まずいというか、そんな空気が俺たちの間に流れていた。ろくな挨拶もできないまま、部長の号令で朝礼が始まる。今日はみんなに報告がある。先日本社に戻ってきてくれた八神くんだが、この度事業部長に昇進することになった。俺の周りが一気にどよめく。もちろん俺は知っていた話だから驚くことはなく、ただ注目を黙って浴びていた。八神さんが？本当ですか？特に目立つこともなく、過ごしていた俺の人事異動に、信じられない社員たちが部長に確認を取っている。あ、本当だ。ここ数年で本社と支社同士をうまく連携するシステムが確立しただろう。あれを作ったのは彼なんだぞ。俺の最もわかりやすい功績を教えられ、何人かは目を丸くしている。本社にいた頃はできていた仕事が、支社ではできなくなっていた。それは、主に会社間での情報交換や共有がうまくいっていないことが原因だと気づき、スムーズに業務が流れるよう、工夫を凝らしたのだ。今思えば、失恋や裏切りを忘れるために、仕事に没頭していたからの成功でもある。本社への移動にあたり、一旦課長職から一般社員になってもらっていたが、この度本社で活躍するべく戻ってもらったんだ。唖然とするみんなの前で部長に挨拶を求められる。俺は差し障りのない挨拶を済ませるとお辞儀をした。みんなの視線が痛いが、あと少しの辛抱だ。八神さんすごいですね。いや、奥さんも喜ぶだろうな。俺の隣の席でよく話をする山田くんが堅苦しい空気を壊してくれたのはいいが、奥さん？八神くん、いつの間に書体を持ったんだ？部長が驚いて俺を見る。そうだった。まだこの誤解は解けていない。俺は未婚です。勘違いされている方もいらっしゃるみたいですが。大声がオフィスに響く。声の出所に目を向けると、慌てて口を押さえている中森さん。彼女も、俺が既婚だと思っていたのか？それにしても、そんなに驚くだろうか。八神さん独身だったんですか？じゃああの写真の女の子は誰ですか？俺の昇進は忘れられ、一斉に詰め寄られる。確かに独身であることと、写真は名だと伝えると、みんなびっくりしていた。社内の人間のそういう話は、
大勢の人が気になるらしい。訂正する機会がなくて嘘ついてたみたいでごめん。いや、確認も取らずに勝手に決めてた俺たちも悪いですよ。そういえば、八神さん、指輪もしてないしね。俺の昇進の話と未婚であることは同時に社内中で広まった。俺が結婚していようがいまいが、誰も気にしないと思っていたが、どうやら違うらしい。八神さんって、浜西課長にいろいろ言われていたけど、そこまで顔が悪いわけじゃないよね。わかる！愛嬌があるっていうのかな？それに優しいし、事業部長だし。そりゃあれだけ仕事できたら、あの年で事業部長になれるよね。わかる。私この前わからないところ教えてもらったんだけどさ、すっごくわかりやすく教えてもらったの。私も。難しい作業があるからってマニュアル作ってくれたんだよ。忙しいのに優しくて仕事できるって完璧よね。結局顔より性格と財力ね。そんな話を若い女性社員がしているのをうっかり耳にしてしまった。あれだけ浜西をもてはやしたり、俺を老け顔だと言っていたのに、女性って怖いな。なんて思っていたら、恐ろしいのはここからだった。八神さん、今日の夜、お食事ご一緒してくれませんか？え？退勤直前に部下の女性たちが5人ほどやってくる。俺が誘われているのだと理解するのに少し時間がかかってしまった。俺？そうですよ。他の部署の子も呼んでいいですか？了承していないのに勝手に話が進み、慌てて待ったをかける。いや、どうして俺？別に面白い話はできないよ。八神さんの仕事のお話、すごく興味ありますよ。支社にいらっしゃった時のこととか聞かせてください。結局俺は押し負け、顔も知らない女性社員も含めて10人と飲みに行った。飲み会は相変わらず苦手だが、みんな俺の話を真剣に聞いてくれたり、俺自身に興味を持ってくれたので、今までよりかは居心地が良かった。たまに本当に未婚なのかと聞かれたり、彼女の有無を確認された。自分のことをどう思うか尋ねてくる子もいて、もしかして俺にアプローチしているのかと戸惑うばかりだった。その日以降も何かと女性社員に食事に誘われたり、積極的に絡まれることが多くなった。仕事について尋ねてくれるのは純粋に嬉しいが、こんなにも頻繁に女性に囲まれることがなかった俺は、どう対処していいのかわからない。同僚の男性に、モテモテっすねと羨ましがられても、返事に困るばかり。こんなことなら、既婚者だと嘘をついておけばよかった、とさえ思い始めた頃、中森さんが、俺を飲みに誘ってくれた。あの件以来、まともに話せていなかった俺は、二つ返事でうなずく。中森さんが探してくれた、静かなバーのカウンターに、二人並んでいるだけで舞い上がってしまうほど、俺は単純だった。こうして二人で話すのも久しぶりだね。そうですね。あれから飲み会もありませんでしたし。そういえば、飲み会苦手なのに、俺とここに来たりして大丈夫？中森さんは、細くて白い手でグラスを握る。まるで映画のワンシーンのように美しかった。俺が見とれていることなんて知らない中森さんは、はいと大きくうなずいた。以前にも言ったかもしれませんけど、酔った人と接するのが苦手なんです。特に男性が相手だと、口説かれることも多くて。ああ、なるほどね。そういうお酒の勢いが苦手で、断ったら怒ったりする人もいて、怖くて。中森さんほどの美人なら何度も言い寄られてきたのだろう。断ったからといって態度を変えられるなんて怖くて当然だ。飲みの席が嫌になるのも仕方ない。あれ、でも俺はいいの？はい。八神さんはお酒に酔って変なこと言ったりしませんし、一緒にいると落ち着くので。落ち着く？確かに女性に消極的な俺は彼女にとって無害だろう。だからといってそこまで言ってもらえるとは思わなかった。空気感というか、所作というか。まあもう45歳だしね。45歳でも落ち着いていない人はたくさんいますから。だから八神さんは特別大人に見えるんです。そこまで褒められると照れるな。中森さんがなぜそんなにも俺を褒めてくれるのかわからない。まるで口説かれているような錯覚さえ感じる。みんな八神さんのこといいなって思ってますよ。独身だってわかると
女の子たちがアピールし始めたじゃないですか。まあ、あれは独身で役職持ちで奥手のおじさんが物珍しいんだろ。おじさんだなんて言わないでください。私、すごく焦ってるんですから。切羽詰まったように言った中森さんは、水を口に運ぶと深呼吸した。私も、八神さんはすでにご結婚されているんだと思っていました。だから、好きになっちゃいけないって気持ちを抑えていました。これは、そういう意味での好きだよな。中森さんが俺を？でも、もう我慢しなくていいんだって思ったから、今日告白しようって思ったんです。本気かい？なんで俺なんかを。だから、俺なんかとか、自分を卑下するようなこと言わないでください。ごめん。彼女はもしかして、俺以上に俺を大事に思ってくれているのかもしれない。最初は優しそうな方だなって思ったんですが、浜西さんと同期だって聞いて、あまりの大人な雰囲気にびっくりしました。今まで私に声をかけてくる40代や50代の方って、もっと落ち着きがなかったものですから。それは男運が悪かったんじゃないかな。私もそう思います。でも、八神さんとお話しするうちに、すごく気が合うというか、私自身が心を落ち着けることができたんです。八神さんは見た目や年齢を気にされているようですが、私にとっては互いの心が通じ合えるかが大切なんです。心。思えば、俺の以前の彼女とは心が通じ合っていなかったのかもしれない。もっと心を通わせ、話し合っていたら、俺から去っていくこともなかったのかもしれない。昔、婚約者の方に心変わりされて、人を信用できないとおっしゃっていましたよね。私もそうですか？うん。中森さんには申し訳ないが、簡単に信じられるほど、俺はもう単純ではない。彼女のような美人で魅力的な人ならなおさらだ。それに、中森さんは浜西のことが。そうだ、中森さんは浜西が好きなんだろ？はい。これまでの真剣な雰囲気とは一転し、ポカンと首をかしげている。私がそんな風に見えました？見えたというか、本人が言っていたとは言わない方がいいだろうか。考えあぐねていると、中森さんは頭を横に振った。私が好きなのは八神さんです。きっぱりと言い切られ、たじろいでしまう。ここまでまっすぐに思いを伝えられたのは初めてだ。怖いのはわかります。簡単に人を信じられない気持ちも。でも、私は信じてほしい。だから頑張ります。そう言われて、俺はぎこちなくうなずくしかなかった。そんなことがあった翌日、昼休憩に浜西に呼び出された。嫌な予感しかしないが、無視するわけにもいかない。八神お前、昨日の帰り、中森と退勤したんだって？見てた奴がいるんだとよ。やはりその話か。俺はうんざりしながらも、ごまかしても無駄なので、そうだよと肯定した。浜西は不愉快そうに腕を組み、壁にもたれる。どこ行ってたんだ？別に、飲みに行ってただけだよ。はぁ？飲みに行った？どうしてここまで詮索されなければいけないのか。中森さんは、どうやら浜西を好きではないらしいのに。しかし、この様子だと浜西が、中森さんを好いているのだろう。だからここまで突っかかってくるのか。お前は、おめでたい勘違いをして、うまくいってると思ってるだろうが、どうせ俺のものになるんだよ。その言葉にカチンときた。いくら好きだからって、どうしてそんなに偉そうな態度が取れるのだろう。俺のものって、そんな言い方良くないと思う。彼女はものじゃない。は？それに、俺は中森さんを信じたいから。おめでたい勘違いだとは思わない。俺は、中森さんを裏切りたくないんだ。だから、浜西に何を言われようと臆しない。俺の態度が気に食わなかったのか、浜西はますます顔を歪める。その時、俺の背後から声がした。八神さん？中森さん？中森さんが俺たちの元にやってきた。わざわざ人気のない資料室に。浜西課長がお話があるって。さ、俺が呼んだんだよ。この勘違い野郎に現実を教えてやろうと思ってな。浜西は中森さんに近づく。しかし、警戒しているのか、彼女は2、3歩後ろに下がった。おい中森、
なんでこんな奴と飲みに行った？まさか気に入ってるわけないよな。近くにこんな有料物件がいるってのに。迫られた中森さんは毅然と言い返した。自意識過剰も大概にしてください。いい年して顔だけで人を選ぶわけありません。その返事を聞いて、浜西の口調が強くなる。はぁ？お前、前に俺を、イケメンで仕事ができて、ってベタ惚れだったじゃないか。これが好きなんだろ？何の話ですか？本当に心当たりがないのだろう。眉間にシワを寄せ、しばらく考え込んでいた。もしかして、同期の田中さんと浜西課長のことで話してた時のことですか？あれなら、イケメンで仕事ができるアピールしているけど、実際仕事をみんなに振り分けているだけで、自分は何にもしないですよねって言ってたんですよ。は？あの時私も田中さんも、浜西課長が期限ギリギリに割り振ってきた仕事のせいで残業続きだったんで、とても怒っていたんです。しかも、浜西さんは自分の手柄として上に報告するんだから、もう鬱憤が溜まっちゃって。まさに一刀両断。好意だと思っていた言葉が正反対の意味を持っていたと知り、顔が真っ赤になっている。俺は笑いをこらえるのに必死だった。中森お前、優しくしてたら調子に乗りやがって。優しくされた覚えなんてありません。あと、こんなところで油売ってていいんですか？先ほど営業部の部長がお探しでしたよ。は？なんで俺が？何かすごくお怒りでしたね。浜西課長が彼の奥さんに手を出したせいでしょうか。その言葉に浜西の表情から血の気が失せていく。なんで、八神さんの歓迎会でご自身で彼女を略奪したって暴露してたじゃないですか。その噂が広まって、そういえば、八神課長が最近自分の妻と仲良くしているなーって営業部長が不審に思ったらしいんです。そのことをふと口にした途端、周囲から念のため調べた方がいいと提言されたそうだ。結果、見事に当たり、浜西と営業部長の奥さんは不倫をしていたらしい。既婚者にも手を出すなんて、さすがに裁判沙汰ですね。この、顔を白くさせた浜西は、俺たちには目もくれず出て行った。自業自得ですよね。呆れたようにつぶやく中森さん。俺は、そんな彼女の名前を呼んだ。昨日は曖昧な返事しかできなくてごめん。まだ完全に自信を持てたわけじゃないけれど、君のことは裏切らないし、裏切られないって信じたいんだ。八神さん？さっき、君とのことをいろいろと浜西に問い詰められて、今までなら何でもないって引いてたと思う。だけど、昨日のことを思い出して、中森さんを信じたいって思ったから、俺は自分を貫けた。人を信じるのには勇気がいる。でも、中森さんが気持ちを伝えてくれたのも、相当勇気が必要だったはずだ。過去のトラウマを振り払わず、彼女の思いを頭ごなしに否定するなんて不誠実だ。中森さん、昨日はありがとう。まだ怖いけれど、俺は過去と決別するよ。それって、俺も自分の気持ちを諦めたくない。中森さんの瞳が、俺でもわかるほどに期待できらめく。俺は改めて、自ら交際を申し出た。ちゃんと君と向き合いたい。俺と付き合ってください。はい、喜んで。それから俺たちは、社内公認で付き合うことになった。俺を気に入ってくれた女性社員は残念そうにしていたが、中森さんには勝てっこないと言って祝福してくれた。一方の浜西は、不倫騒動で会社にいられなくなった。しかも、他にも複数人と交際していたらしい。今は裁判の準備中なのだとか。最後に会った時、俺よりブサイクなのに愛されるなんておかしいと吐き捨てられた。一瞬不愉快に思ったが、よく考えると、顔がいいのに愛されない自分が悔しいと言っているようにも思えた。ただ、俺を羨ましがっていただけなのかもしれない。彼も素直になれば、きっと人を引きつける魅力がある。反省して、更生したら、もっといい方向に行けるといいな。そんな話を中森さんに伝えると、本当に優しすぎます。と少し怒りながらも、でも、そんなところが素敵なんですよね。と笑われた。昔から顔や性格にコンプレックスを抱いていたが、目に見えるものだけでなく、心を見てくれる人がいることが分かった。なんて幸福なのだろう。俺も
与えてもらった幸せを少しずつ返していきたい。そのためにも人を信じられる人で居続けなければいけないな。